ニューイヤー2026解説。ジャースパルと申します。ホリデーが明けるとどうなる知らんのか。ニューイヤーが始まるってことで、まだホリデー開催前ではありますが、ニューイヤー2026の詳細が発表されましたので、皆さんと一緒に確認していきながら解説考察していきたいと思います。お知らせの時点では昨年との変更点ってそこまで多くないように見受けられましたので、今年の記憶が残っている方であれば同じような雰囲気で遊べるかと思いますが、若干の変更点もありましたし、私はほとんど記憶を失っておりましたので、細部をしっかりとチェックしておきましょう。ホリデーから怒涛の3週間連続イベントとなりますし、今年はそれが終わったら即座にミニアメブーストが開催されていたりなどもしたので、今年どうだったのかっていうことをベースに気をつけておきたいことなんかもお話ししていきます。なかなかボーナスもりもりで長めの動画になるんじゃないかなと思うんですけれども、よろしければ最後までお付き合いください。タイムスタンプも概要欄コメント欄につけておきます。それでは参ります。ってことで見ていきましょう。キャンペーンニューイヤー2026です。2週間続くこのキャンペーンは2025年にポケモンスリープで登場したポケモンたちがピックアップされる特別な期間です。ナックラー、タツブエ、石住まいなどの一部のポケモンに期間中のみ若草本島でもう一度出会えるようになります。さらにイベント交換所が解禁され、ドリームコインで様々な道具と交換できます。そしてキャンペーン2週目にはアメウロボが使用できます。今回のキャンペーンでは1週目2週目でそれぞれ異なるボーナスやピックアップを予定しております。睡眠が不規則になりやすい時期ではありますが、新年からお手伝いポケモンたちと共に睡眠リズムを整えていきましょう。お楽しみにということで、開催期間が1週目が12月29日からの1週間となっておりまして、2週目が1月5日からの1週間となっております。昨年に引き続きホリデーが終わった直後から2週間連続での開催となります。そして開催フィールドは全てのフィールドです。自分で選んで好きなところに行くっていうタイプになりますね。もはやね、今からフィールドボーナスを上げたりってあんまりできないかなと思うので、ボーナスとピックアップでお好みのところを選ぶって感じになるかと思います。で、この後出てくるんですが、今回のイベントではドリームコインというアイテムが出てきます。なので基本的にはフィールドボーナスの高いところがおすすめで、 EX はボーナス的にそこまで噛み合いがいいわけではないといったところで、自信のある方向けって感じになるのかなと思います。そしてミッションもございます。1週目のミッションはキャンペーンが終わる最後まで2週間たっぷり期間があります。そして2週目には2週目のミッションが追加される形ですね。さあ、ここで前回のミッションをチェックしておきたいなと思います。こんな感じになっておりました。前回のキャンペーンの時は報酬は全てドリームコインでしたね。ドリームコインの詳細は後ほどお話しいたします。ミッション的に最も難しいものはお香7つミッションとマスター1到達くらいになるでしょうかね。さすがにマジのガチの始めたての方以外であれば簡単にクリアできる内容なんじゃないかなと思います。で、ポケモンのお香に関しても呼び出したポケモンの分もドリームコインがゲットできますので、使うのに悪くないタイミングだと思います。ミッションでポケサブレなどはゲットできないんですが、それはドリームコインで交換してねっていう形式のミッションについてでした。そんなドリームコインを使う場所がイベント交換所となっておりまして、交換期間は12月29日から1月14日水曜日3時59分までってことで、イベントが終わった後の火曜日までは、実質的に交換することができるということになっております。道具バッグ100でプレイしているパル的にはね、このはみ出ている期間がありがたかったりするんですよね。交換所の内容についても後ほど確認していきます。さあ、それではここからはボーナスです。期間中開催フィールドで以下の効果が発生します。相変わらず内容もりもりです。まずは全日程において、その日のリサーチャーの睡眠タイプに限らず他の睡眠タイプのポケモンも出現。睡眠リサーチにて特定のポケモンの出現確率アップ、こちら後ほど確認します。そして睡眠リサーチでイベントアイテムを獲得できる1日1回のみ、これがドリームコインですね。そして期間限定イベント交換所が使用可能となっております。ドリームコインは1日1回なので分割睡眠にはご注意ください。さあ、それではキャンペーン1週目のボーナスです。1回目の睡眠リサーチでの飴獲得量 1.5 倍、すべてのお手伝いポケモンのメインスキル発生確率 1.25 倍、
全てのお手伝いポケモンのメインスキル発動時にメインスキルのレベルプラス1と、さらに1月2日金曜日からはグッドスリープデーが重なりますので、未発見寝顔の出現確率アップと眠気パワーのボーナスが入ります。さらに1月1日木曜日はこのキャンペーンのボーナスとして眠気パワー3倍が付与されますので、木曜日眠気パワー3倍、金曜日 1.5 倍、土曜日2倍、日曜日 1.5 倍という眠気パワーインチキウィークでもあるかなと思います。この眠気パワーのインチキとグッドスリープデーの未発見寝顔の出現確率アップをうまいこと絡めて、飴とドリームコインをザクザク稼ごうっていうのがイベント1周目のざっくり概要となります。あとスキルがちょっと強くなります。なおね、スキル率に関するボーナスがすでにありますので、 EX に行く場合は EX の追加ボーナスは木の実 2.4 倍か食材プラスのどちらかが選ばれるものと思われます。飴 1.5 倍と EX の相性は、まるで良くないんですけれども、スキル率のボーナスがヒーラーや鍋担当のポケモンの EX デバフを打ち消してくれるみたいなところはあるかと思うので、意外と快適に過ごせるかもしれませんね。といった飴とスキルとインチキ眠気パワーの1周目のボーナスでした。続いて2周目です。リサーチで手に入る夢のかけらの獲得量が 1.5 倍、料理の最終エナジー 1.25 倍、大成功 2.5 倍、日曜日のみ 3.75 倍、期間限定アメウロボが使用可能となっております。こちらは夢のかけらウィークとデカ盛りを足して割ったみたいな1週間にアメウロボがついてくるというような感じでしょうかね。アメウロボについては後ほどご紹介するんですが、ホリデーアメブーストですっからかんになったかけらに優しい、そんな1週間となってますね。なお前回のニューイヤー2025はキャンペーンが終わってすぐにスキルウィークボリューム1が来て、新年一発目のミニアメブーストがもう1月から開催されておりました。スキルウィークとデカ盛りはもう2までやったので、来るとしたら木の実ウィーク2になるんでしょうかね。そんなわけでキャンペーン2週目はかけらを稼いで料理のレベルも上げてポケモンの厳選もして、今後のキャンペーンやミニアメブーストに備えようって感じの1週間になるのかななんて思います。なお1週目の飴 1.5 倍と違って、この2週目のかけら 1.5 倍は1日2回目のリサーチでも反映されるはずです。結局ドリームコインは1日1回のみとなっているので、基本的には分割非推奨なのかなとは思うんですけれども、念のため。そんなかけらもりもり料理ちょい盛りな2週目でした。そして先ほど紹介した1月1日の眠気パワー3倍がありますと。でこれ実は昨年からの変更点があったりするんですよね。お気づきになった方いらっしゃいますでしょうか。これね、実は昨年って1月1日は変わらず3倍だったんですけど、2日3日が眠気パワー 1.5 倍のボーナスあったんですよね。それが、今年はグッドスリープデーと被ってしまうということで、2日以降のボーナスがオミットされてしまった形なんですよね。なので実は解約ですね、2日目はね重複して眠気パワー 2.25 倍、3日目は眠気パワーまた3倍で良かったような気もするんですけど、基本的に同じボーナスって最も倍率の高いもののみが適用されるってことになっているので、もしかしたらリサーチの仕組み的に実装が難しかったとかなのかもしれませんね。クレッセリアイベントの時ですら、クレッセリアを編成した時の眠気パワーのボーナスとグッドスリープデーのボーナスが重複してなかったりとかしましたよね。ああいうお祭りみたいなタイミングでもできなかったので、何かしらの技術的な制約があるのかもななんてちょっと勘ぐっちゃいますね。そういうの何にも詳しくないんですけれども、そんな感じで地味すぎる変更点こそあるんですけれども、基本的には昨年準拠で1週目にはグッドスリープデーも重なる、そんなニューイヤー2026のボーナスとなっております。改めてイベント1週目は飴ザクザクスキルちょい盛り眠気パワーデカ盛り、2週目はかけらザクザク料理ちょい盛り飴ウロボ、そんなボーナスでした。さあそれではここからは各フィールドで出会えるポケモンたち確認していきましょうまずは1周目に出会えるポケモンたちです。小ピックアップ、カモネギ、ラッキー、ウパーパルデアの姿、ヤミカラス、ハピナス、キモリジュプトルジュカイン、アチャモワカシャモバシャーモ、
水五郎、沼九郎、ラグラージュ、クチート、ドンカラス、ピンプク、ムンナ、ムシャーナ、ワシボン、ゴーグル、ドーということで、数多すぎ2025年の2周年フェスまでに登場したポケモンたちがラインナップされております。で、ここ地味な変更点なんですが、前回は2週目にピックアップされていた周年の御三家たち、これが1週間目に変更になっております。代わりにというか2週間目にはプラスルマイナンが入っていますね。ニューイヤーでは進化後までまるっとピックアップされるため、昨年ってね、キャンペーン2週目の方がポケモンの数が多かったんですよね。多分それを受けての変更ってことなんじゃないかなと思います。ってことで2025年1月のスキルウィーク1のワシボンたち、2月バレンタインのドオたち、3月エスパーウィークのムンナたち、5月スプリングフェスのラッキーたちとニュームーンデーで登場した闇カラスたち、6月デカ盛り1のクチートとサマーフェスのカモネギ、そして7月2周年フェスの宝縁御三家たちがピックアップされる1週目となります。そしてここ残念ながら昨年のホリデーで追加されたアローラロコンパモの名前はありませんでしたね。ってことで、おそらくホリデーで追加されるポケモンたちはニューイヤーでピックアップされることはないということなんだと思います。一応2025年登場のポケモンではあるんですけどね。ホリデー後2週間ってこのニューイヤーのピックアップがかかっちゃうので、例えばウノハナでアルクジラたちを狙うのが難しいみたいなことにもなるのかなとは思うので、ホリデーではぜひ悔いが残らないようにポケモンたち狙ってもらえたらなと思います。さて、話がそれたんですけれども、2025年の前半に登場したポケモンたちがピックアップされる1週目となっております。で、各フィールドのポケモンたちについては来週どこ行く動画とかで全フィールド解説をやろうかなと思いますのでぜひチャンネル登録をしてお待ちいただけますと幸いです。今回は簡単にだけ特徴をお伝えしたいなと思います。で、まずこのキャンペーン1週目は飴 1.5 倍の効果とグッドスリープデーとかがあるので、ちょっとそのつもりで聞いてもらえたらなと思います。ってことで簡単に参ります。まず若草本島ピックアップは全員ということで、多すぎます特定のポケモンを狙うのはおそらく不可能ということで、そんなにおすすめじゃないのかなと思います、多分お次、シアンの砂浜です。おすすめなのはカモネギ、ピンプク、水五郎、キモリあたりでしょうかね。さすがにシアンぐっすりの最強ネガオがカモネギからラグラージに変わってるんじゃないかなと思うので、カモネギをピックアップ込みで狙うラストチャンス的なところがあるかもしれません。1周目はね、眠気パワーのインチキがたくさんありますので、リサーチの下振れにはご注意ください。お次、トープ洞窟。おすすめはドウ、アチャモ、水五郎、クチートとかでしょうかね。トープぐっすりの最強ネガオもクチートからバシャーモに変わっていると思うので、クチートを狙うならここがちょっとしたラストチャンス的なところがあるかもしれません。多分ね、最終枠にはまだフライゴンは入ってないんじゃないかなと思います。お次、ウノハナ雪原、ピンプク、闇カラス、ワシボンたちだけですね。ピックアップも少ないので、ピンプク難民の方はウノハナご検討ください。一応グッドスリープデーの未発見ネガオの出現確率アップもあるので、春クジラの飴を集めるとかにも力を貸してもらえるかもしれませんね。で、闇カラスはもしかしたら今年でいうところのトリプルタイプウィーク的なやつ、クレッセリアダークライイベント復刻的なやつで悪タイプがフィーチャーされるかもしれませんし、ワシボンは来年シアン EX が追加されてそこで活躍するかもしれないってところで、未来志向の方、ウノハナいかがでしょうかお次、ラピスラズリコハン。おすすめどころはキモリ、アチャモ、ムンナっていうかそれしか出現しませんね。アチャモ、ムンナがアンバーで出現するポケモンで今後飴を貯めやすいのかなと思うので、ラピスに行く意義っていうのは、どちらかというと普通にミニ竜の飴とかになるでしょうかね。ただしここもラピスウトウトの最強ネガオが海竜から樹海になってるんじゃないかなと思われるので、もしなっていなければ海竜の星3ネガオが激アツなんじゃないかなと思いますね。お次、ゴールド。カモネギ、キモリ、闇カラス、クチートあたりを狙いたいっていうフィールドになりますでしょうかね。なかなかいぶし銀なメンツですね。
無進化ポケモンたちは飴を集めるのも結構一苦労なので悪くないんじゃないかなと思うんですけれども、ゴールドもどちらかというとゴールド固有種の飴を集めに行きたい、そんなフィールドかもしれないですね。確かね、各睡眠タイプ最強の寝顔は変わってないはずで、うとうと最強はクワガノン、ぐっすり最強はボスゴドラなはずで、スヤスヤはとっくにパーモットになっているので、コリンクの飴は気合で集めましょうちなみにコリンクは無課金初期勢パルメセンだともう信じられないくらい評価の高いポケモンとなっております。ぶっちゃけね、海竜とかより評価を上げてもいいんじゃないかくらいに思ってますが、それは言い過ぎかもしれませんそんなゴールドでした。お次、アンバー渓谷。ピンプク、アチャも水五郎あたりが狙いになりますでしょうかね。ここも正直一番の狙いはいわゆるアンバー御三家の飴になるかと思うんですけれども、他のポケモンたちのピックアップが多いし、フィールドボーナスもあんまり上がっていないみたいなところで、ちょっと悩ましいフィールドなのかなと思いますね。で、最後 EX も1周目のポケモンたち全員ピックアップされております。飴的にもドリームコイン的にも特定のポケモン狙いも難しい EX なので、多分そんなにおすすめじゃないかとは思います。眠気パワーのインチキが多いのは嬉しいんですけどね。といった1周目の各フィールドの特徴となっております。ぜひね、皆さんの気になるフィールド、ここ行ってみたいよなんていうのがあればコメントで教えていただけたらなと思います。さあ、ということでこれをもう1週間分やっていきたいと思います。2週目に出会えるポケモンたちも見ていきましょう。2週目に出会えるポケモンたちも小ピックアップとなっております。ネイティ、ネイティオ、プラスル、マイナン、ナックラー、ビブラーバ、フライゴン、タツベ、コモル、ボーマンダ、ミカルゲ、石住まい、イワパレス、バケッチャ、パンプジン、エレズン、ストリンダー、ハイ&ローということで、2週目では7月に登場した2周年フェスのプラスルマイナンと、8月スキルウィーク2のエレズンたち、9月木の実ウィークのネイティたち、10月ハロウィンのバケッチャたち、11月アンバーの皆さん、12月デカモリ2のミカルゲってことで、ホリデーのポケモンたちはラインナップなしという感じになっております。なんといっても注目はタツベ、石住まい、ナックラー、そしてバケッチャとかでしょうかね。プラスル、マイナン、エレズンに関してもかなり飴が足りない系のポケモンなんじゃないかなと思うので、欲を言えばね、こっちにこそ飴 1.5 倍が欲しいという気持ちがないと言ったら嘘になりますねね、今後も雑なスクスクウィークの開催をお待ちしております。で、この2週目のみ今再びタツベ、石住まい、ナックラーが若草本島に登場してくれます。アンバーキャンペーンと違ってピックアップのポケモンそのものはかなり多くなっちゃってるので、その時よりは出会いにくくなってるんじゃないかなとは思うんですが、この時ばかりはね、若草本島も考慮してみてください。ってことで、例によって各フィールドの特徴をざっくりとだけお話ししていきたいなと思います。2週間目はかけら 1.5 倍、料理 1.25 倍があります。そのつもりでお聞きください。まずは若草本島です。ナックラー、タツベ、石住まいの進化後以外のポケモンたちがピックアップされています。若草にこのタイミングで行くからにはアンバー御三家のために行くという感じになりそうですかね。アンバー解放前の方で彼らを探しに行く場合は一向の余地ありなんですが、この後出てくるトープ洞窟もちょっと注目してみてください。お次、シアンの砂浜なし潔すぎないなしということになっております。普段と変わらぬ状況で厳選できるといえばそうですねそれ以上特にちょっと言うことも思いつかないシアンの砂浜でした。お次、トープ。こちらナックラーたちがピックアップされます。本当にナックラーたちのみピックアップとなっているので、トープ結構ありなんじゃないかなと思いますね。言うても小ピックアップではあるものの、意外とナックラーの飴を稼ぐのにも向いているかもしれませんので、ナックラーを探したいとか飴を集めてミニ飴ブーストに備えたいっていう方は検討してみてください。お次、ウノハナ、ミカルゲのみということで、2週目はマジでなかなか潔いね
で、バケッチャが出てくるフィールドは軒並みピックアップが多かったりするので、いっそカボチャ狙いのミカルゲ1点狙いはなしじゃないのかもしれないなと思いますが、お次、ラピスラズリコハン、ネイティ族ミカルゲということで、ミカルゲ探すんだったらラピスでもいいのかもしれないという感じになっていますね。お次、ゴールド。プラスルマイナンバケッチャストリンダーって感じで、言うてもプラスルマイナンストリンダーはリサーチ報酬の大きめなポケモンになってるので、意外とバケッチャ1点狙いするならゴールドありかもしれませんね。お次、アンバー。ピックアップ全員です。2周目のポケモンたち全員ピックアップで登場するということで、それすなわち特定のポケモンを狙うのが困難であるということでもあるのでどうしましょうね。ちょっとね、ホリデー後私アンバーに行くつもりだったんですけど、ナックラー狙いであればトープ洞窟、バケッチャ狙いであればゴールドの方がいいのかなーってちょっと思いつつはありますね。で、おまけにアンバーのフィールドボーナスも他と比べて高くはないという方が多いんじゃないかなと思うので、これちょっとね、審議です最後 EX。 ここはバケッチャネイティが狙い目になるのかなと思います。 EX だと無進化ポケモンだったりフレンドポイント20になってるストリンダーパンプジンはあんまりポコポコ出てくるようなフィールドでもないかなと思うので、若草 EX でもバケッチャネイティ狙いができる可能性はあるのかなと思います。あくまで可能性ですね。はい。で、ドリームコイン的には EX ってあんまりおすすめできないフィールドなんですが、2周目はかけら 1.5 倍の効果が乗るので、そこに行く価値は見出せるんですよね。なので意外と2周目の若草はあり、 EX はありかもしれないんですが、アンバー御三家が出てこないので悩ましいといった2025年の後半に登場したポケモンたちがピックアップされるキャンペーン2周目となっております。いやー、なかなかボリューミーですよね。2周目はね、結構ピンポイントでポケモンを狙っていくっていう形になりそうだなと思うので、ぜひとも1周目ともども皆さんの気になるフィールドを教えていただけたらなと思います。そんなピックアップについてでした。さあ、それではここからはまったりと各項目の詳細についてお話ししていこうと思います。前回のニューイヤーを経験されている方であれば基本そのままっぽいので、おさらいがてら聞き流してもらえたらなと思います。ってことでまずはドリームコインですね。話にはずっと出てきたやつです。こちらイベント交換所で他の道具と交換するためのアイテムです。所持数はイベント交換所で確認できます。道具バッグには入りません。イベント期間中のみ手に入ります。イベント期間終了後でもイベント交換所の交換可能期間内であればドリームコインと道具を交換できます。これはイベントが終わった次の火曜日までは交換することができます。水曜日にはもう全てなくなってしまいますね。交換期間終了後、水曜日にはドリームコインはなくなりますということで、勝手に何かと引き換えてもらえるみたいな、そういった何がしはないので、必ずご自身で火曜日までに全て引き換えてください。よろしくお願いします。ってことで、このドリームコイン、来光炎帝、水訓リサーチを経験している方には、ポケモンの落とし物と似たアイテムだと言えば伝わるんじゃないかなと思います。ポケモンをリサーチした時なんかに獲得できて、このコインを利用してアイテムと交換していく、本イベントにおける通貨みたいなものになってますね。基本はリサーチをしないことには獲得できないので、年末年始酔いつぶれちゃってリサーチ失敗しましたみたいなことにならないようにご注意ください。そんなドリームコインの入手方法は、開催フィールドでの睡眠リサーチ、こちらがドリームコインの主な入手手段となっております。1日2回目の睡眠リサーチでは入手することができません。分割 NG です。ポケモンの種類や寝顔の種類に応じて入手できるドリームコインの数が異なりますってことで、レア度の高い寝顔の方が多くもらえますので、そういったところから EX が若干不利となっています。ただし EX モードでは通常に比べて同じ寝顔をリサーチした時にもらえるドリームコインの数がわずかに多くなりますとのことで、これがどの程度増えているのかに注目ではありますね。確か来光炎帝水訓イベントの時にも若干バフかかってたんじゃないかと思うんですけれども、どうだったでしょうか。
とはいえね、EX に行くとやっぱり難易度も相まってトータルマイナスになりやすいっていう側面もあるかなとは思うので、こちらご注意ください。お次、限定ミッションです。限定ミッションを達成することでドリームコインを入手することができます。これは最初に解説したやつですね。今回もミッション報酬はドリームコインオンリーということなのかなと思います。そしてソーシャルリサーチです。ソーシャルリサーチで同じイベントに参加しているリサーチャーから稀にドリームコインを入手することができます。フレンドとの親密度が高いほどソーシャルリサーチでドリームコインを入手できる可能性が高くなります。メインメニューにソーシャルリサーチボタンがないリサーチャーの皆様限定で夏季限定スペシャルプレゼントの配布があります。これは基本的に15歳未満の方々かなと思います。そんな限定スペシャルプレゼントは1週目の始めと2週目の始めに以下のアイテムをプレゼントボックスへお送りします。ドリームコイン70個 ×2 回ということで、開催期間中にログインしていただいた方が対象です。メインメニューにソーシャルリサーチボタンがあるリサーチャーの皆様はプレゼントの対象外となります。プレゼントが届いていない場合はアプリを再起動してからプレゼントボックスをご確認くださいってことで、結構バカにならないのがこのソーシャルリサーチですね。このフレンドさんからもらえるコインになってます。今後もね、フレンドさんからアイテムがもらえる系のイベントボーナスっていうのは出てくるんじゃないかなと思うので、ぜひともフレンドは埋められるだけ埋めていただけたらなと思います。本当にね、そのソーシャルリサーチがない15歳未満のレギュレーションとフレンドありレギュレーションは全く違うゲームなんじゃないかってくらい難易度に差が生まれると思うので、フレンド追加はマジでおすすめです。コメント欄で募集してくださっても構いません。ちょっとね、コメント多分認証するまでのタイムラグがあるかなとは思うんですけれども、ぜひお好きにご活用ください。ってことで、リサーチとミッションとフレンドさんからこのドリームコインを集めていきましょう。で、そんなコインをアイテムに引き換えてもらえるのがイベント交換所となっております。ドリームコインを下記の道具と交換できます。ポケサブレ、スーパーサブレ、メインスキルの種など、さらに開催2週目には少しお得なポケサブレ万能飴 S が少量追加されます。ラストスパートのチャンスをお見逃しなくってことで、こちら昨年と全く同じ表記となっております。昨年じゃないね、今年でしたね。そんな前回の内容がこちらとなっております。ポケサブレが1週目で全部で10個交換できたり、スーパーサブレがあったり、メインスキルの種があったり、2週間目にお休めのポケサブレが5枚、2週間トータルでポケサブレ15枚が獲得できるよみたいな感じになっております。で、昨年今年前回のニューイヤーの時、無課金初期勢のパルはニャオハたちの飴以外はほとんど交換することができてました。だいたい2週間で1400ドリームコイン前後ぐらい獲得できていて、このニャオハホゲータクワッスの飴以外はほぼ全て交換できて、交換できなくても食材チケット1、2枚みたいな、それぐらいは交換することができてましたね。1年経ってそれなりに成長しているとも思うので、おおむね交換できるものにはなってるんじゃないかなと思います。あとは EX だったり、難易度の高くてフィールドボーナスがまだ上がりきってないアンバーに行くとどうなるかっていうのはちょっとわからないところなんですけれども、基本的にそれなりには交換できると思っていただいて大丈夫かと思います。で、こちらはね、この交換するアイテムたちと、それプラス、例えばニューイヤーパックを買いますとかであると、バッグがはち切れることも予想されますので、そういったところにもね、ご注意いただけたらなと思います。そんなイベント交換所でした。こちらキャンペーン終了後、火曜日まで空いております。さあ、それでは残すところも少なくなってきました。お次はアメウロボです。見ていきましょう。対象期間中のみホーム画面からアメウロボを使用できます。夢のかけらを消費して持っているポケモンの飴を40個投入すると、ランダムで1種類のタイプの飴 M1 個が手に入ります。これは使うとそのタイプのポケモンの飴25個になるやつですね。アメウロボ使用時、稀に大成功が発生します。大成功になった場合、手に入るタイプの飴 M が2個に増えます。投入したポケモンの飴により特定のタイプの飴が出やすくなりますってことで、使用例として不思議種の飴草タイプを40個投入すると、草タイプの飴 M が少し出やすくなるよみたいなことが書かれておりますね。
でこちら1日4回まで使用可能であり、使用するごとに夢のかけらの消費量が多くなります。またアメウロボの使用可能回数と夢のかけらの消費量は翌日になるとリセットされますってことで、夢のかけらを消費して使うアメウロボとなっております。でかけらの消費量は前回まではこんな感じとなっていました。1回目が1000個、2回目が5000個、3回目1万5000個、4回目4万個ということでもどんどん増えていって、全部使うと1週間で最大42万かけらほど消費することになりますので、かけら富豪の方以外は1日2回くらいまでで止めておくのが無難なんじゃないかなと思いますね。またこのタイプの飴の確率になるんですけれども、全て同じタイプの飴を入れた場合、それこそこの例にあるように不思議種の飴を40個入れた場合、草タイプの飴が出てくる確率およそ 36% くらいと言われているみたいです。だいたい最初に3分の1の確率でそのタイプになるのかどうかっていう抽選があって、そこから漏れてしまったら18タイプ全ての中から均等な確率で抽選されているのではという感じみたいです。また大成功の確率は 17% ほど、およそ6分の1なんじゃないかと言われているみたいです。ってことで入れたタイプの飴が出てきてそれが大成功する確率っていうのは18分の1で合ってますでしょうか1日2回までの使用だと1週間で14回になるので、なかなか薄いところを通さないといけないっぽいなという感じですね。で先ほどもお話ししたんですが、ニューイヤーの後って比較的すぐに木の実ウィークとかが開催されてミニアメブーストが来るっていう可能性もあるかなと思うので、かけらの使いすぎにはご注意ください。ガチャってねつい回したくなっちゃうんですけどね。そんなアメウロボでした。さあそして最後に注意事項なんですけれども、そんなに多くはないですね。まず若草本島における達兵衛たちのお香について、こちら1月18日まで使うことができるみたいです。何日から使えるとは書かれていないので、1週目の時点から若草本島では使えるようになってるかもしれませんね。まだお香をお持ちの方はこちらもご利用ください。なお若草 EX にはアンバー御三家は出現しませんので、お香も使えないはずですね。あくまで通常若草のみの使用となります。そして1日2回目の睡眠では睡眠リサーチでの飴獲得量にボーナスはかかりませんということで、飴は 1.5 倍にならないんですが、かけらは分割 OK です。かけらは分割 OK で、飴とドリームコインは分割 NG です。お気をつけください。といったニューイヤー2026でした。いや、もりもりでしたけれども、いかがでしたでしょうかこんなに長々と解説したんですけれども、基本的には2025とほぼ同じとなっておりますので、やはり気をつけたいところがあるとすると、ここに書かれていないグッドスリープデー、1週目のグッドスリープデーになるのかなと思いますね。眠気パワーのボーナスと未発見ネガオの出現確率アップ、それに飴 1.5 倍が乗ることになるので、かなり相性がいいですし、がっつり週末に眠気パワーのボーナスが連続していくので、リサーチ内容もかなり良くなりそうなんですよね。そのあたりも含めてニューイヤーのフィールドどこが気になったかっていうのをぜひコメントお待ちしております。またね、来週どこ行くでも細かめに全フィールド解説しようかなと思っておりますので、そちらの動画もお楽しみにということで、その他気づいたことだったりとか疑問質問、昨年じゃなくて前回はこれありましたよなんていうのもね、何でもお待ちしております。といったニューイヤー2026解説でした。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画制作の励みとなります。いつも本当に温かい応援たくさんありがとうございます。年末年始も楽しんでまいりましょう。それではね、まずはホリデーが控えているんですけれども、怒涛のイベント3連打が参ります。おそらくね、未来の私がタイムスタンプもつけているはずですので、またホリデーの終わり際にでもわからないことなどあれば覗いてみてください。そしてしっかり睡眠をとって健康に新年をお祝いしましょう。ってことで、年末年始も元気にいってらっしゃい。良いお年を。